愛する婚約者がある日突然何も言わずに姿を消したら、遡ること1年前の2021年8月、アメリカ西部に位置する山岳地帯のワイオミング州が今回の舞台。フォロワー数88万人超えの旅行系美人インフルエンサーギャビー・ペティトは旅の様子を SNS で発信していました。その日彼女が訪れていたのはワイオミング州にあるグランド・ティートン公園。アメリカで最も美しいとされる山と湖に囲まれた国立公園なんです。ねえ見て、最高の景色よ。ギャビーが隣にいる男性に話しかけると、君と来れて最高の気分さ。男性は優しく微笑みながら答えました。そう、彼はギャビーの恋人。仲睦まじいカップルのことを多くのアメリカ国民が注目していました。ところがこの日を境にギャビーは忽然と姿を消してしまうんです。ギャビー、一体どこへ行ってしまったんだ。一人残された恋人が嘆き悲しむ中、フォロワーにもギャビーを心配する声が相次ぎます。そして3週間後、とうとうギャビーが発見されました。白骨化した状態で。恋人との旅行中に忽然と姿を消したギャビー・ペティと美人インフルエンサーの失踪の裏に隠された真実とは。ネット上で様々な憶測が交錯するこの事件の真実は、フォロワーたちの予想をはるかに超えるものだったんです。おざす。カレーはカレーです。ケンちゃんです。トッピングは半熟卵とチーズとそれと私。欲張りだ。欲張りセット。やみやみこです。されて本日ご紹介するのは旅行系美人インフルエンサー失踪事件についてなんです。旅行系旅行とかのさ、写真Vlog みたいなはい感じではいはい上げたりとかさ、キラキラしたね、インフルエンサーの方々いるじゃないですか。僕らと逆みたいな、ね。反対ね。そんなね、誰もが羨む旅、そしてインフルエンサーというね、職種、そんなキラキラした旅になる予定だったんですけど、まさかね、あんなひどいことに巻き込まれるとは。一体どんな事件だったのか、早速見ていきたいと思います。最後の電話。遡ること1年前の2021年7月2日、舞台はアメリカ最大の都市ニューヨーク。この日、旅行系美人インフルエンサーのギャビー・ペティトは恋人と共にアメリカ大陸横断の旅へ出発するところでした。はーい、ギャビーよ、これからニューヨークを出発します。ギャビーがカメラに向かって元気よく話し始めるんです。ギャビーはフォロワー数88万人超えの人気インフルエンサー。彼女は今回の旅の様子も SNS で発信しようと考えていました。88万人超えってやばくない？すごいっすよね。我々何人よ。ちょっとインスタちゃんとやってないのもあるんですけど、よかったらね、概要欄とかね、コメント欄、リンク貼っとくんで、インスタ見てくれるとね、嬉しいですね。キラキラ私生活とこう頑張るから、見てね。僕もくるくるな私生活を頑張ってるんで。くるくるしてるわね、私生活。くるくるってこんな感じです。ギャビーと恋人は美男美女で誰が見てもお似合いのカップル。二人は SNS 上で婚約発表もしており、ネット上の誰もが認める公認の仲でした。そろそろ出発の時間ね。なんだかドキドキしてきた。ギャビー、君と旅ができるなんて最高の気分さ。幸せそうな二人の様子を多くのアメリカ国民が微笑ましく見守っていたんです。出発後もギャビーの SNS には定期的に新しい動画が投稿されて、旅は順調に進んでいるように見えました。ところが8月下旬になると、そんな旅の雲行きが怪しくなってくるんです。最近新しい動画がアップされてないね。旅先で何か問題でもあったのかな。フォロワーたちはギャビーの動画を心待ちにしていました。しかしこれ以降、ギャビーの新しい旅の動画が投稿されることはありませんでした。ギャビーのファンからしたら早く更新してよって感じたと思うんだけどさ、仕方なくない？だってよくあることじゃない、そんなの。俺らもね、ネットの皆さんにそう思われたいですよね。早くむしろね。アルゴメント早くってね。それがめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。でもギャビーの場合は少し事情が違っていたんです。ギャビーの投稿が止まってしまったことにはある理由があるんです。ギャビーの SNS の更新がストップしたその理由、それはギャビーの失踪だったんです。8月下旬、ギャビーは一緒に旅をしていた恋人を一人残し、忽然と姿を消してしまったんです。ギャビーの動向が分かっているのは2021年8月25日まで。彼女はこの日、母親のニコルに一本の電話を入れています。ママ、ギャビーよ。今、グランドティートン公園に着いたところなの。そう、楽しそうに話していたギャビー。この日は SNS にもレストランの前で撮った写真がアップされており、彼女にいつもと変わったところは見られませんでした。しかし、この日を境にギャビーの行方は同行していた恋人にさえ分からない状態になってしまうんです。ギャビー、一体どこへ行ってしまったんだ。すっかり落胆した様子の恋人。彼は仕方なく旅を切り上げ、一人帰路に着きました。ギャビーは恋人置いてどこ行っちゃったの？ギャビーがね、失踪した場所、理由っていうのが一切分かっていないんです。こういったね、失踪者のことを特異行方不明者というんです。特異行方不明者。一言でね、行方不明者って言っても種類があるんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、特異行方不明者と一般行方不明者について。
行方不明者は主に2つに分類されるんです。事件や事故など犯罪に巻き込まれた可能性が高い場合は特異行方不明者、自らの意思でいなくなったことが明白で事件や事故に巻き込まれる可能性が低い場合は一般行方不明者とされるんです。ギャビーは恋人と楽しそうに旅をしており、自ら行方をくらます理由は見当たりませんでした。このように理由もなく人が失踪した場合、警察は特異行方不明者として扱い、事件性が高いとみてすぐに捜査へと移行されるんです。ギャビーの行方がわからなくなった8月25日から数日間は彼女から母親へメールが送られていました。しかし9月に入るとそのメールすら届かなくなってしまうんです。怖えな。心配した家族が失踪届を出すと、警察はギャビーを特異行方不明者として扱い、すぐに捜査を開始。そしてギャビーがいなくなって3週間後の2021年9月19日、ついに彼女の行方が判明します。ワイオミング州のブリッジャーティトン国有林で読みづれなんで発見されたギャビーは白骨化していたんです。白骨化ってそれめちゃくちゃ時間経ってんじゃないのそれ。いや、そうなんですよ。となるとね、急に怪しくなってくる人物がいるんです。司法解剖によりギャビーの死因は手で首を絞められたことによる窒息と判明しました。死亡時期は 3,4 週間前と推定。ギャビーは行方不明になったタイミングですでに何者かに殺されていたんです。この事実を知った彼女のフォロワーたちは一気にざわつき始めます。ギャビーを殺したのってまさか。そう、旅の動向を見守っていたフォロワーたちには彼女を殺した犯人に心当たりがあったんです。ネット上では多くの人がこう口にしました。やったのはギャビーの彼氏じゃない。そうよ。これギャビーの彼氏何してたのって話を旅切り上げた後、何してたの彼氏は。実はね、ギャビーの恋人のね、怪しい動向を物語るもう一つの事件が起きていたんです。第2の遺体。ギャビーが姿を消してから約2週間後の2021年9月13日、一人の男性がフロリダ州ノースポートの自宅を出発しようとしていました。彼の名はブライアン・ランドリー。スキンヘッドと立派なヒゲが特徴的な男性です。それじゃあ行ってくるよ。家族にそう告げると、ブライアンは颯爽と出かけていきました。アウトドアが趣味だった彼はこの日、一人でキャンプをするつもりでいたんです。ところがその数日後、大変なんです。息子が何日経っても戻らないんです。慌てた様子で警察へ連絡してきたのはブライアンの両親。キャンプに出かけたブライアンは何日も自宅へ戻らず、連絡も一切取れなくなっていたんです。警察は彼に対しても特異行方不明者として捜査を開始しました。すると思わぬ事実が発覚しました。それはブライアンが他人のデビットカードを使い、現金15万円ほどを不正に引き出していたということ。この事件にもさ、ギャビーの恋人って関係してんのよね。ってことはそのギャビーの恋人が逃亡資金得るためにブライアン巻き込んだってことじゃないの？その可能性もありますよね。警察はですね、事件性が高いと判断し、ブライアンの行方を追うんです。警察がブライアンの居場所として目星をつけたのは、アウトドア好きの彼がよく出向いていたフロリダ州カールトン保護区。普段乗馬などのアクティビティで賑わっているこの地帯は完全に封鎖され、ドローンや警察犬を動員した大規模な捜査が行われました。そして懸命の捜索の末、警察はあるものを発見します。おい、ちょっと来てくれ。どうしてこんなものが。警察が発見したものとはキャンプの残骸。封鎖されて誰も入ることができないはずの保護区内で、ごく最近のものとみられる焚き火の跡が見つかったんです。何者かが保護区内に潜んでいることは間違いありません。引き続き捜査は続けられ、迎えた2021年10月20日、警察はついにブライアンの居場所を突き止めます。警察が見つけたその場所にあったのはブライアンのリュックとノート、そして彼の遺体だったんです。家族や恋人など周囲の人が全く予期していない状況で姿を消したブライアンとギャビー。2人の失踪事件はあまりにも似すぎていたんです。そう、何度も言うようにこの2件の失踪事件にはギャビーの恋人が大きく関係しているんです。ギャビーを殺した恋人がさ、ブライアン利用して逃亡しました。そこからさらにブライアンまでも殺したってそういうこと？気になるのはね、ギャビーの恋人の存在ですよね。この2件の失踪殺人事件は彼による連続殺人事件だったのでしょうか。緊急通報。ギャビーがいなくなる約1ヶ月前の2021年8月12日、地元警察に1件の緊急通報が入った。スーパーで男性が女性を平手打ちしているのを見たんですが、通報を受け現場へ駆けつけた警官は一組のカップルに事情聴取をすることに。そこにいたのはギャビーとその恋人だった。一体何があったんだ？説明しなさい。俺は何もしていない。だったらその傷はどうしたんだ？ギャビーの顔には殴られたような痛々しい傷があった。転んだ時にリュックが当たってしまっただけなんです。恋人を必死でかばおうとするギャビー。そうは言いましてもね、男が暴力を振るっていたという目撃証言がある以上、警官も簡単には引き下がれない。するとギャビーの恋人が続けざまにこう言った。彼女はひどく興奮していて、俺は落ち着かせるために体を押さえたんだ。それだけだ。それ以上のことは何もしていない。男の顔には引っかき傷があった。まあ問題はなさそうだな。気をつけて旅を続けなさい。腑に落ちない気もしたが、警官は単なるカップルの喧嘩と処理した。
これって本当に喧嘩だったの？ギャビー亡くなってるわけでしょ、この後に。そうなんです。ここからね、立て続けにギャビー、そして別の場所にいたブライアンが事件に巻き込まれていくんです。ギャビーが姿を消したのはこの事情聴取から2週間後のこと。その1ヶ月後にはブライアンがギャビーと喧嘩になった恋人は誤って彼女を殺してしまい、そこから逃亡資金を得るためにブライアンをも巻き込んだんでしょうか。実はその可能性はありません。なぜならギャビーの恋人はブライアンだったから。ブライアンはギャビーが行方不明になった後、一人で車を運転してフロリダ州の自宅に戻っていました。警察はブライアンにギャビー失踪に関して事情聴取を求めたんですが、ブライアンはこれを拒否。その後キャンプに出かけて行方不明になっていたんです。ブライアンがギャビーの恋人なの？ってことはさ、ギャビー殺したのブライアンってことになるじゃない。でもブライアンも死んじゃったんでしょ？ややこしいな、いろいろ。どういうこと？いろいろ頭ごっちゃになるんですけど、うんこの事件にはね、意外な真相が隠されていたんです。警察の事情聴取を拒否したブライアンが行方をくらましてから1ヶ月以上が経っていた。手がかりはキャンプの残骸だけ。警察は血眼になって捜索を続けている。おい、そっちはどうだ？特に問題はありません。そうか、この辺りにはいなさそうだな。ふう、やっといなくなった。茂みに隠れていたブライアンは遠ざかる警官の足音に安堵した。ブライアンは自分のこれまでの行いを後悔し思い悩んでいた。みんな俺のことを必死になって探してる。さすがにもう逃げるのも限界だな。でもその前にブライアンは震える手でノートに文章を綴った。書き終えたノートを閉じるとリュックから黒く光る何かを取り出し、ああ神様、どうかお許しください。ブライアンが死んだのってまさかさ、お察しの通りなんです。司法解剖の結果、ブライアンは銃を使って自殺していたことが判明しました。そして気になるのは、ブライアンが引き金を引く直前、ノートに何を書き記したかということ。そこにはこう書かれていました。ギャビーを殺した。ギャビーが姿を消した後、彼女の母親にメールが送られていたのはブライアンの隠蔽工作でした。ブライアンはギリギリまで自身の罪を隠そうとし、他人のデビットカードで得たお金で逃走を図ろうと考えていたんです。しかし警戒を強めた警察の捜査網に彼の企ては行き詰まることに。追い詰められたブライアンは最終的に自ら死を選ぶことで世間の非難を避けようとしたんです。ギャビーの死後、彼女の SNS フォロワー数は100万人以上にまで増加。ギャビーに関連するアカウントも多く開設され、彼女の失踪殺人事件は世界的に注目を集めることとなったんです。皮肉にも事件への注目が集まったことでブライアンは追い詰められてしまったのかもしれません。結局ブライアンが死んでしまったことで2人の間に何があったのかは今も謎に包まれたままなんです。